で最近思ったのは、自分はもうすでにこの私っていう主人公役をもうその役をもらってるんだって思って生きたらどうかなって考えてる。役をもらうも何も自分にとって自分は主人公なわけだけど、自分が出たいものとかがあるって考えた時に、何で選ばれるかな、選んでもらえるかなってなったら、自分はそのオーディションとかオファーも競争じゃないと思ってるから、じゃあ何で選んでもらえるだろうって思ったら、なんか自分が今やれることは、もう自分はこの作品の主人公なんだと思って、その役をもらって今もう主人公役として生きてるんだ、舞台の上で生きてるんだと思って過ごすっていうのを思ってる。自分が何かの作品に出るってなった時に、何かのキャラクターとか登場人物を演じるってなった時に、例えば自分の好きなキャラクターで言ったら徳川和也くん徳川和也くんとかだったら、その演じるキャラとか登場人物のためにも自分はかっこいい人でありたいと思うし、そのキャラクターとか登場人物が好きなお客さんとかにとっても、その真剣に生きてる人が役をやってくれたら嬉しいと思う。だからそのお客さんとか、その自分がね出会うとか、自分が任せてもらえるキャラクターとか作品とか、その登場人物存在のためにも自分は遠慮せずにかっこよく生きたいと思う。で自分にとってじゃあそれはどういうことなのかって考えたら、一つは例えばサッカーの内田篤人選手みたいに人にわざわざ目標とか言わないでやるっていうのが、それがかっこいいって思う人もいると思うけど、自分は結構目標を口にする人とか努力を別に隠すとか隠さないとかそういうのを考えない人の方が好きだし、和也くんもそんな感じだと思う。ちょっと今天ぷらかぶってるけど、俺は日本代表のトップになるとかこいつを倒すとか、そういうことを口に出す人ってかっこいいと思うし、別に努力って人に見せない努力があることを、確かに美しいと思うかもしれないけど、別に無様だからこそかっこいいみたいなところもあると思う。美しくなんてなくていいから、自分は自分の心に正直に向かいたいところに向かって生きてる人がかっこいいと思うから、自分もそうしてる。だからこうやって喋ってるそしたらきっと舞台見た人とかにも、この俳優さんに役やってもらえてよかったとか、この人を選んでくれてよかったとか、きっと思ってくれるんじゃないかなって思うし、自分はそうでありたいから、その自分が出る舞台のためにも
自分はまっすぐに素直に正直に別にカッコつけずにかっこよく生きたいって今思ってます。